45になりましたんで45粒食べれないわけですよ。もっと食べれる節分豆ないかなって考えたのがこちらでございます。やみつき節分豆、いってみましょう。油で、揚げ焼きみたいにしてですね、表面カリカリにしつつ中がちょっとふんわりしてるみたいなね、海苔塩味がついてるっていう。ちょっと飽きが来ないかな。まさにやみつき。ビールに合いますね。皆様、明日節分でございます。鬼は外、福は内と豆をまいて、その豆を食べるわけでございますね。なんですが、45になりましたんで45粒食べれないわけですよ。乾いたカリカリの一般的な豆だとですね、なかなか口の中パサつくし、ちょっとなんかお腹の中で溜まってくるからと思って矢先に、もっと食べれる節分豆ないかなって考えたのがこちらでございます。やみつき節分豆、いってみましょう。では材料です。通常だと乾燥した豆だと思うんですけど、今日は茹で大豆を使って作っていきます。サラダ油、塩、青のりと非常にシンプルですね。大体ね、塩と青のりつけると大体のものはうまい説ありますけど、今日は豆を油で、揚げ焼きみたいにしてですね、表面カリカリにしつつ中がちょっとふんわりしているみたいなね、そこに、要は海苔塩味がついているという。ではやっていきます。油、もう豆入れちゃいます。ちなみに水分がもしあるものを使う場合は必ず水気を切ってから使ってくださいね。火かけます。で強火でいきます。最初出します。茹で大豆ってのは売ってるんですか？普通に売ってます。はい。そのままサラダでも食べれるし、はい、料理で煮込みでもいいし、炊き込みご飯とか重く炊き込みご飯豆入ったりするんでね。今こういう状態ですね。油にずっと豆が触れて表面がパチ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 いってる状態になったら中弱火にして蓋して丁寧に焼いていきます。大体トータルで10分ぐらいですね。で焼き目がやっぱり一部分だけついちゃうので、たまにこう返して全面的に焼いていくって感じかな。だから問題はね、投げられないってところですね。なるほど。投げようと思えば投げれる。投げようと思えば投げれますけど、ちょっと油つくし嫌だよね。たまに開けてこう煽ったりして、焼けてる面ですね。フライパンに接してる面をちょっと変えてあげる感じですかね。いい感じ。こうやって皮がねちょっとはぜて色がこうついてくるね。栗山家の節分ではやっぱり栗山さんは家にいる時はやっぱり鬼になるんですか？ならぬ、そういうのやらない。いやもう投げつけられたら本当に思いっきり剛速球投げ返してやりますよ。はい、そんなこんなでいい状態です。火止めますね。ほらもう音がカラ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 っと音に変わりましたよね。豆同士が擦れた音。この状態になったら OK ですね。じゃあこの状態になったら一回油がまだ残ってるので油切ります。油しっかり切って、熱いんでねちょっと要注意ですね。油切ったら別のちょっと大きめのボウルに入れ替えて、もう音がねカリカリって感じですよね。ここに熱いうちにまずお塩で青のり、塩だけでも美味しいですけどね。こういう感じ。よく混ざったら器に開けて、はい、完成。もはやおつまみですからね。つまみながらビールですよ。いただきます。うまいんだよね。なんかねカリッカリにいっちゃってるやつとまだカリカリじゃなくて中ふんわりしてるやつがいるんですよ。それが美味しい。ビールに合いますね。しかもあったかいんでちょっと飽きが来ないかな。まさにやみつき。お疲れ様でした。